こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回は久々にハウトゥー動画です。ちょっとね、マイネイルも伸びてきたので、もうそろそろ YouTube ライブやりますので、ちょっとお待ちくださいませ。今回は久々にハウトゥー動画なんですけど、最近流行ってるこちら、バブルが入ったネイル、今すごい流行ってますね。なんか私はね、結構この水滴の中に入れたりとか、こういうハートの中に入れたりするのお気に入りで、ちょこちょこ最近やっているのと、あとね、去年クリームソーダのデザインにもね、気泡を入れたんですけれども、バブルネイルが今流行っているので、バブルネイルを作っていきたいと思います。それではこちらを使っていきます。こちらは100円ショップで購入してきたシリンジです。早速ね、開けていきましょう。で、こちらを使用していきます。ここね、くるくるっとくっつけて、で、使い方はね、皆さんご存知だと思いますが、ここを引っ張ると、このシリンジの中に空気が入るので、これをシューって押していくと空気がここから外に出ていくという仕組みになっております。で、こちらを使ってバブルを作っていきます。今回はバブルいくつかバリエーション作っていきます。まずはこのモールドに入れるバブルがね、とっても簡単なので、こちらを作っていきます。でまず使うジェルはですね、私こちら使ってます。こちらはですね、かなり粘度があるクリアジェルなので、気泡入れようとする前から筆で扱ってるだけでもバブルが入ってくれるぐらいちょっと硬いクリアジェルになっております。で、例えば他のトップジェルですね。いつも私がサロンワークで使っているようなトップジェルだと柔らかいので、気泡を入れるのがかなり難しいです。ちょっとね、実際一回やってみましょう。例えばこのモールドの丸使ってみます。でここにクリアジェルを入れて、で気泡を入れていくとします。でキューッと入れるんですけど、本当はここで柔らかいジェルだと気泡が破裂しちゃうっていうのを見せたかったんですけど、なぜか破裂しませんでした。意外と、破裂しなかった。意外と綺麗に入りました。ちょっと固めちゃおう。意外と綺麗に入りましたね。去年、クリームソーダでバブルネイル始めた頃は、硬いジェルじゃないとね、とってもバブルが入れづらかったんですけど、意外と慣れてきたせいかな。モールドの時は結構簡単にバブルが入れられるようになりましたね、私。意外と入っちゃいました。はい、じゃあ早速ね、取り出してみましょう。今、こんな感じでバブルが2つ入っております。こんな感じで、なんとバブル入りの水滴が簡単に作れちゃうんですけれども、ちょっと柔らかいトップジェル使うとやりづらいよというね、失敗例を見せたかったのですが、モールドではできてしまいましたね。ちょっと失敗例をやろうと思ったんですけど、成功してしまいましたが、気を取り直して、ちょっとこちら使ってやっていきたいと思います。で、個人的なワンポイントがございます。こちら。シリンジ。今このまま使ったんですけど、もちろんこのまま使ってもいいです。問題ないんですけれども、ここ、本当にちょっとなんですよ。たくさんギュッてやりたくなっちゃうんですけど、そうすると、気泡がうまく入らず破裂しちゃいます。なので本当にね、ちょっとキューって入れます。それでも結構空気思ったより最初の頃入っちゃうんですね。なので、ここ私ね、これやった方がすごいやりやすくなりました。このシリンジの先端のところをアクリルニッパーで切っちゃいます。斜めにギュッと。一回切り込みを入れたら、キュッ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 と。はい。切ります。こんな感じです。そし
斜めになって刺しやすくもなるし、口がね、とっても細くなるので、空気が本当にちょっとしか入らなくなります。で、こちらが先ほど説明したかなり粘度のある硬いトップジェルというか、これはあれですね、スカルプチャー用のジェルになります。かなりね、ちょーっとしてます。先ほどのジェルと見比べてもね、かなり硬いです。こんな感じです。もう筆の上にくるっと乗っかっちゃうぐらい粘度があります。で、これをまずこのモールドの中に入れていきます。で、この時のワンポイントとしては、この時ワンポイントがあります。このジェルの中に気泡を入れていくので、ジェルをこのモールドにたっぷり入れてしまうと、気泡の面積分が中に入った時に、裏にボコッと飛び出てしまいます。なので、気泡入る前はちょっとへこんでるぐらいの厚みがちょうどいいです。で、まず、シリンジはちょっともともとこれ刺す前に引いておきます。で、引いておかないと、中に入れてから引いちゃうと、ここ、先端のニードルの中にジェルが吸い込まれちゃうので、気泡が入らないっていうのと、あとはジェルがこの中で固まってしまって、後日またシリンジを使おうと思った時にね、使えなくなってます。空気吸わなくなっちゃってて。なので必ずジェルの前に入れる前にシリンジ引っ張っておきます。で、そこからのこの先端を切って空気が少量しか出なくなったシリンジのニードルの先端をそこにくっつけます。で、空気をちょっと入れます。そうするとぷくっとなるので、ニードルを抜いた口を閉じます。こういう感じです。一回拭きますね。こんな感じで空気が簡単に入ります。で、またちょっと入れていきます。本当にすごいちっちゃくちょっとをキュッと入れて、思ったより入っちゃったな。で、入り口、ニードルを刺していた入り口を塞いで、こんな感じで2個バブルが入りました。で、バブルが入ってちょうどいい高さになるようにしています。で、バブルを入れた後にあまり放置していくと、さすがにこの固めのジェルも破裂してしまうので、いい感じにバブルが入ったら硬化をしていきます。それでは早速見てみましょう。こんな感じでバブルが中に入ったまま硬化しました。ちょっとね、こういうギザギザがはみ出してしまっている部分は、ハサミで切ったり、あとはファイルで削ったりして取っていきます。こんな感じで、なんと簡単に気泡入りのパーツが作れてしまいます。パーツでね、作ると取っておけるのでとってもね、便利ですよね。この後チップに乗せていきますが、せっかくなので小さいバブル入りの水滴も作ってみました。もしパーツの表面がへこんでしまう場合は、先ほどのジェルを入れる前にモールドの型のところにノンワイプトップジェルを薄く塗って硬化をしてから先ほどと同じ作業をするとへこまなくなります。こちら使い終わったシリンジは先端のところにねジェルが固まらないようにしっかりと拭いておきます。で、ジェルを間違って吸い込んでしまった場合は少しだけエタノールキュッと引いてあげて、エタノール吸い取ってあげてスッと出して、ここの中にエタノールが入り込んでしまうと、次に使う時にジェルの中にエタノール入っちゃうとね、かなりジェルがシャパシャパになって気泡入れづらくなっちゃうので、しっかりエタノール抜いておきます。あとはね、ここを開けて干しておくとしっかり乾燥してくれます。
今作ったこちらのパーツを早速爪に乗せてみます。まず一つ大きいのを乗せて、小さいのを2つ乗せていきます。こちら一度ライトに入れて硬化をします。今の段階だとまだパーツがね、少し浮いてる感じがして少し気になると思うのですが、ここにしっかりとトップジェル塗っていきます。このパーツと爪の段差の境目をしっかり埋めていくようなイメージでトップジェルを塗っていきます。こんな感じでしっかりと馴染んでくれます。で、こちらライトに入れて硬化をします。こちらまず一つ目のパーツに気泡入りのバブルネイルが完成となります。丸以外にも星やハートの中にもバブル入れてみました。どちらもチップに乗せてみました。こちらが先ほど先に作った方のまん丸のモールドに気泡を入れた気泡入りの水滴ネイルと、こちらはハートや星にバブルを入れてみました。かわいいですね。なんか美味しそう。キャンディーみたいな見た目になりました。こんな感じです。これかわいい。かわいいですね。かわいい。ちょっとこれいろんな色作ったらかわいいっぽいですね。いいな、これ。というわけで、まずは1つ目、モールドにバブルを入れていく作り置きも可能な使い方でした。それでは2つ目作っていきます。次はこちら、ペーパーパレットを使っていきます。こちら、ツルツルした方を上にして使っていきます。で、このペーパーパレットの上に先ほども使用した粘度が固めのジェルを筆に取って、このパレットの上に置いていきます。で、多少高さがあった方がやりやすいです。で、こちら、まずね、ライトをつけます。で、そしたらこのライトの中には入れないんですけど、木漏れ日のところで2秒硬化します。1、2、はい。で、そうすると、このジェルの表面に少し膜が張ります。で、そこにこのとんがらせてあるシリンジを入れていきます。これまん丸のまんまだとね、だいぶ入れづらいので、尖らせた方が入れやすくなります。で、なるべく奥まで入れていきます。で、少し空気を出して、入りましたね。で、またちょっと違うところで、こういう感じでバブルが何度中に入ります。で、こちらライトに入れて硬化をしていきます。硬化が終わりました。で、こちらを一度、じゃあパレットから外していきます。で、こちら余分なところはハサミで切っておきます。こんな感じです。いくつか作ってみました。こちらも早速チップに乗せて使ってみたいと思います。こちらチップに乗せただけだとまだね、この凸凹感とっても気になると思うんですけど、これをね、しっかりトップジェルで埋めていきます。
トップジェルをね、ちょっと厚塗りしたので、一度ハンディライトで仮硬化します。こちらパーツとして作ってから埋め込むバージョンです。で、埋め込むときにね、このパーツの段差のところにトップジェルのこの細かい気泡が入ってより少しリアルなバブルネイルが完成します。こんな感じです。かわいい。それでは最後にもう一パターンいきたいと思います。それでは最後は実際にチップの上で作っていく定番の作り方です。またこの表面に粘度のあるジェルをのせていきます。この時ね、少し厚みがあった方が入れやすいです。こんな感じですね。ちょっともりっとしすぎたな。はい。それではまた先ほどのパーツ作りの時と同じように2秒だけ当てていきます。まずつけて木漏れ日のところで1、2とつけます。で、そしたら、木漏れ日のライトを当たってる側は硬くて当たってない側の方が柔らかいです。なので柔らかい方からニードルを刺していきます。必ずね、ちょっとだけ引っ張ってからニードルを刺して硬くなってる方に行きます。で、空気を入れて引っ張る。で、閉じ込めます。で、こういう感じでバブルが入ります。そしたら固めていきます。しっかりね、ニードルの先端拭いておきます。で、中にエタノールが残らないように外してね、保管しておきます。今まだね、ここの段差のところあるので、しっかりとトップジェルで段差埋めていきます。チップに直接製作するバブルネイルも完成いたしました。こんな感じです。今回はモールドを使ってパーツを作って作るバブルネイルとバブルのみのパーツを作って埋め込むバブルネイルと実際に直接そのまま作っていくバブルネイルの3パターン作ってみました。またね、ちょっと違うやりやすい作り方を見つけたらやってみたいと思いますが、今回は最近はね、この感じで私やっております。あとね、去年作っていたクリームソーダネイル本当に可愛いので、今年もサンプル作ろうと思います。それではまたね。